内在司教の権能をエクストリームに解説。過去編や細かい解説はまた別動画でアップしていくのでチャンネル登録お願いします。強欲担当、レグルスコルニアス。強欲の権能は獅子の心臓、小さな尾を持ち、ラインハルトですら傷つけられない無敵とすら称されるほどの戦闘力を発揮することができます。獅子の心臓とは、いわば自分が触れたものの時を停止させる能力です。時を停止させる能力は、自身にかけることもでき、その肉体は絶対不変の存在となり、年も取らず無敵の防御となります。そして攻撃に転じるときは触れたものを武器にします。作中では空気の時間を止めて相手に投げるだけで絶対に防げない真空波を放っていました。これによりジュースやクルシュの腕を跳ねました。このため作中でもトップクラスの権能ですが弱点もあり、この能力を使うと心臓が止まります。なので長時間使うことはもちろん不可能で、最大でも5秒間しか能力を使えません。小さな王は、先ほど説明した弱点の克服のための権能です。小さな王の能力は他人の心臓に小さい自分の疑似的な心臓を植え付けることができます。レグルスには妻が100人おり、人質としてと、自身の心臓の寄生先としています。これにより、5秒しか使えない権能を永遠に使えることができるようになっています。ほんと性格が腐ってますね。フンド担当、シリウス・ロマネ・コンティ。シリウスの権能は感情と感覚の共有化です。これだけ聞くとあんまり強くない感じがしてしまいますが、侮ることなかれ、感情の共有化はシリウスの感情に合わせて、その場の全員を感情を共有します。シリウスが悲しめば、みんなも悲しみ、シリウスが怒れば、みんなも怒ります。このように大衆心理を自由にコントロールすることができ、自分の愛した人でもシリウスにコントロールされれば簡単に殺してしまいます。そして一番厄介なのが、負の感情の連鎖です。人は不安な気持ちが頂点に達すると、発狂死するので最終的には大量虐殺へとつながってしまいます。それも自分の手は汚さずにです。感覚の共有化は感情の感覚バージョンです。シリウスが何か大きなダメージを受けたら周囲の人間も同じダメージを受けて大量の死者が出ます。ラインハルトもシリウスを一刀両断しましたが、スバルもろともその場にいた大量の人々も同じ末路をたどってしまいました。ちなみにシリウスはフォルトナ説もあり、気になる人はこちらの動画をどうぞ概要欄に貼っておきます。暴食担当、ライバテンカイトス。まず暴食の権能は因子を分ける力と因子を合体する力があります。この力を生かすため暴食担当は3兄弟で1人という特殊仕様となっております。だから3人いるのです。普段は合体していますが必要に応じてライとロイは分裂をすることができ、ルイは精神世界でのみ存在することができます。ややこしい。暴食の主な権能は2つ。食事と食。食事は触れることで相手の名前や記憶を奪うことができます。名前を奪われた者は誰から記憶からも消え、あたかも存在しなかったかのような状態になってしまい、記憶を奪われれば本人が記憶喪失になります。ただし、名前を奪うには相手の名前が判明しなければならないので本名を明かさなければ権能から逃れることも可能です。現にフェルトは実名ではなかったため奪われませんでした。名前と記憶を両方奪われたレムは誰からも忘れられ眠り続け、記憶を奪われたクルシュはこれまでの記憶をなくし、名前を奪われたユリウスも皆から忘れられてしまったのでした。食は、食べた相手の能力を応用できる能力で月食と日食の2パターンがあります。月食とは食べた相手の能力を活用し、自らの技術のように扱えることができますがその戦闘力は本人の身体能力に依存します。日食とは、簡単に言うと食べた相手になりきることができます。そのため戦闘能力も桁違いに上がるのですが、長時間使用すると自身の人格が上書きされてしまいます。現にラムと対峙したライは、レムや他の人の記憶が上書きされ見た目も言動も不安定になっていました。このあたりの話もラムの動画で語っているのでこちらをどうぞ。タイダ担当、ペテルギウス・ロマネ・コンティ。タイダの権能は見えざる手、不可視の手を数十本も操り、その威力は触れただけで岩を砕けるほど。作中では鬼族であるレムの体を簡単に締め上げていました。トラウマ、しかも見えないため、スバル以外では太刀打ちできない初見殺し。攻撃以外にも手の上に乗って移動もできるみたいで結構便利。権能ではないですが、ペテルギウスは人間ではなく精霊の一種であり、適性のある身体であれば憑依することも可能。サテラも同じ手を使っており、
ペテルギウスは40本ほどしか出せないのに対し、サテラは2000本を操っている模様。ちなみにスバルは1本。色欲担当、カペラエメラダルグニカ。色欲の権能は変異。自らの姿を相手の思考に合わせて変異させることができる能力。姿、形を真似るだけでなく変異したものの力をも完璧に再現できるみたいです。作中でもドラゴンに変異して火を吹いていました。この能力の厄介なところは、相手の姿も変異させることができる点です。相手がどんなに強くても、ハエや小動物に変えてしまい戦闘不能にしてしまいます。しかも相手の人間としての感情は残したままで、見た目だけ変えてしまうのでたちが悪い。実際メイリーも醜い生き物に変えられた過去があり、カペラには逆らえない模様。傷やダメージなども瞬時に回復できるため、物理的に倒すのは不可能に近いとあるも語っています。全豪マン担当、ストライドボラキア。ストライドの権能ははっきりとは明かされていませんが、剣気戦火に登場した際、相手に呪いをかける能力です。ストライドは呪いをかけるため、10個の指輪を所持しています。この指輪はボラキアの至宝と呼ばれる、緋色の小指というもので、相手に一つ呪いをかけるごとに使っていました。呪いにも種類があり、相手を衰弱させたり、相手の能力を最大限発揮させたり、自分の意のままに操ったりできます。この能力により黒竜を操り、街を崩壊させました。この呪いには大きな代償もあり、使用するたびに呪いをかける所有者が肉体の一部を失うというものがあります。テレシアに呪いをかけた時は内臓を差し出していました。息子であるハインケルが、牽制を受け継げなかったのもこれのせいかもしれませんね。その後のテレシアが屍兵になってしまう原因にもなっているため、詳しく知りたい人はこちらの動画をどうぞ。巨色の魔女パンドラ。パンドラは巨色の名を持つ異色の魔女。リゼロにおける題材の魔女とは、7つの題材をモチーフにした7人の魔女のことを指しており、それぞれ嫉妬、強欲、憤怒、怠惰、暴食、傲慢、色欲の7つです。ですが、この7つの題材の元になった題材があります。それは8つの数用材。これは先ほどお伝えした7つの題材であるの中の嫉妬の部分が外され、そこに虚色と憂鬱が存在しています。歴史から抹消されたいわば禁忌のような存在。虚色の魔女パンドラは非常に強力な力を持つ魔女で、事象を書き換える能力を持っているとされています。エミリアの過去編では、ジュースが殺したはずのパンドラがフォルトナに書き換えられてしまい、ジュースは愛するフォルトナの胸を見えざる手により貫いてしまう。その後はミリアの記憶を改ざん、その場でその人物が起こした事象をなかったことにするなどの能力を発揮していました。どうやら攻撃にはあまり向かないようですが、エキドナからは生き残ることに特化した権能とも言われており、制約もあるようですが、効果範囲が広いことと、物事が起きてからでも書き換えられる事象が多岐にわたることから、リゼロの世界における最強の能力だと考えられます。また巨色の魔女は、魔女教の過激派に所属し、強欲の大祭司教レグルスが敬うほどの人物でもあります。表向きはという枕言葉がつきますが、さらに、これは裏エピソードになりますが、14年前に起きた白ゲイ討伐戦にも登場し、前剣聖でありラインハルトの祖母であるテレシアが死亡する原因となった人物でもあり、テレシアを不死王の秘跡により屍兵にした疑いもあります。フォルトナやテレシアに関しての詳しい解説はこちらの動画をどうぞ。概要欄に貼っておきます。皆さんいかがだったでしょうか。いつもチャンネル登録といいねありがとうございます。このチャンネルではキャラの詳しい解説やアニメの解説をしております。ちなみにアニメを見るなら UNEXT がおすすめです。概要欄に貼っておきます。これからも頑張っていきますのでいいね。チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。